見て私の顔。こうやって出す。そして、こうすると何音がはい、こんにちは。今日なんですけど、今日はいきなり今日なんですけども、今日はちょっと友達2人をお呼びしてインタビューしていこうかなというふうに思っております。まあみんなシンガポールに来る日本人の奥さんってご主人の帯同で来る人がほとんどだと思うんですけど、まあ、もちろんご自身の仕事で来る人とかもいると思うんですけども、まあ、私の周りにいる人は結構ご主人の帯同で来ている住んでいるっていう人がほとんどなので、まあ、そんな人に向けてちょっとなんかいろんなことが話したいなというふうに思っております。まずは、ポポちゃんいつもいつも私の動画にね出てくれていますけれども、ご自身は、リゾートのバイトでシンガポールに来て、でその時に、ご主人と出会うきっかけがあって、ご主人はマレー系シンガポーリアンの方で、マレー系の人っていうのはムスリムなので、ポポちゃん自身も改宗されてご結婚されたっていう動画があるので、またそれも見てください。私とポポちゃんが出会ったきっかけっていうのは、共通の友達がいて、紹介っていうのかな、その友達4人でご飯食べに行って、でその時にポポちゃんがもうめっちゃ面白い人だなと思って、もう超破天荒な人生だなと思って、それで私の YouTube 出てよって、そんないろんなこと話してほしいなっていうのがあって、それで大体仲良くなったかな。そうね、それを重ねていくうちに、で、それが私ね、いつだったかなと思ってね、まだ2年3年前ですよ。出会ったのが3年前で、だって次男を、妊娠してる時なんで、今次男3歳なんでもう3年経つ。常に妊娠してるっていうすごいね。で、最近ではポポちゃんが料理教室を始めたので、私が通うようになって、月1回ぐらいね会うようになったんで、ちょくちょく会うようになったっていうのがあるかな。今週のゲストなんですけども、さきこちゃんです。で、さきこちゃんはご主人が仕事で駐在で来られてついてきてるっていう中妻さんなんですけども、さきこちゃんはね、私と知り合ったのが、まずさこちゃんが私のインスタに DM をくれたんですよね。皆さんストーリー流したら DM で返事してくれたりとか反応してくださる方結構多いんですけど、それに関して私は別に友達直接知り合いじゃなかったりとかだったらあんまりちゃんとは返事しなくて、本当すいません、なんかビビっていいねぐらいな、見ましたぐらいな感じのことしかしないんだけど、かなり長い間メッセージをくださってますよね。してますね、ファンなので本当にありがたいことなんですけども、でもそれでもなんかこのなかなか私人とそこで直接じゃあ会いましょうみたいな感じはなんないんだけど、結構大きなことっていうのが隠れに行ってくださったんです。で、うちの旦那さんがバーをやってるんですけど、バーテンダーでバーをやってるんですけども、ご主人と一緒に私と会う前にバーに行ってくださったんですよね。それはもう本当、それも私また嬉しいことで、それはもう本当にありがとうございますと思って、ちゃんと私もメッセージ返して、それが結構そこで印象残ってたっていうのがあって、あとその後に私がエステの紹介をした時があって、でそれに反応してくださったんですね。行ってみたいですって。でその時に、じゃあ普通私まだ愛想があんまないからね、じゃあどうぞ行ってくださいって感じなんだけど行ってくださいってからすごい良かったですよとか言って、大体そんな感じで言うんだけど、たまたまそこのエステのお店が2号店をオープンさせるって言って、そのオープニングパーティーがあったんですよね。でそれにお誘いしていただいて、じゃあ彼女だったらどうかなと思って、そのエステも行きたいっておっしゃってほしいと思って、そのオープニングパーティーにじゃあ一緒に行きませんかって言ったタイミングでお会いしたのが初めてで、そこからまた会おうみたいな感じにはなんなかったんだけど、さきちゃんがポポちゃんの料理教室に行ってくれたんだよね。それでポポちゃんとさきちゃんが仲良くなったっていうのがきっかけがあっての、なんかさらに仲良くなったって感じの関係なんですけど、これ誰が知りたいんだ私がなんでこんな DM の話とかしてるかって言ったら、結構シンガポールあるあるなんですけども、結構皆さんどうで知り合ったのって聞くじゃないですか。そうしたらみんなインスタで知り合ったっていう人がめちゃくちゃ多くて、シンガポールは、シンガポールの国の大きさっていうのかな、
まあ、そのすごく小さくて東京23区ぐらいしかない大きさなんですけども、まあ、日本人が住んでるとこっていうのは結構日系の不動産屋さんが紹介されることが多分ほとんどだと思うんですけども、で日本人小学校だったら日本人小学校でスクールバスがあるから、それが泊まるコンドミニアムっていうのが決まってて、まあ、そこに大体みんな固まって住む傾向があるのはあるんですよ。シンガポールって本当に村みたいな感じすっごいコミュニティも狭いし、行けば知り合いに会うんじゃないかっていうぐらい狭い範囲でみんな行動してることが多くって、でも結局だからその日本人だなと思っても喋んないじゃないですか。で、まあ、そこで大体の人がみんなよく言うのが、インスタとかで同じ、まあ、皆さんいろんなところに行かれて、じゃあ行ってみたいですとか、なんか、まあ、そんなコメントし合ったり DM し合ったりなんでしょうけど、まあ、そこで皆さんこう仲良くなってっていうのが多いっていう風に私は思うけど、合ってます？であとなんかこう習い事は、私もさっき言ったみたいにココちゃんの料理教室に行って、私自身も最近いろんな若い30代の若い人たちとなんかこうコミュニティが広がったりとかっていう感じも多かったり、さっこちゃんもね、その一人なのでお料理教室に初めて一人で来てくれたきっかけが、陽子さんの YouTube 見てココちゃん知りました、参加したいってずっと思ってましたっていうところからのですごい意気投合してギュッとそこから距離が縮まったっていう感じで。なんかさきちゃんさ、ココちゃんの料理教室でめっちゃ変わったくない？なんかその日きっかけで、今シンガポール何年？来年の4月で2年になります。ココさんの料理教室に行くまでは、本当日本人知り合いはゼロに近くて1年近く、ずっとそうですね。ココちゃんの料理教室に行かれてからすごいいろんな人とお会いになってるなと思って、本当その日きっかけで今でこそ知り合いの方が本当に増えて、一人じゃないんだって、まずそこから気持ちが明るくなりました。一人でねそれまでは家で一人でもやっぱ一歩踏み出したら、そこから未来は開けるって本当そうだよね。こうね、本当でもそう、友達の輪が広がるよね。ココちゃん自身もなんかいろんなサークルに加入してない？そうね、割とサークルというか、なんかコミュニティ、そうだね。ママコミュニティっていうママさんたちに向けたコミュニティっていうのが今シンガポールですごいバズってるっていうか、もうなんていうの、もう有名になってて、だから大体シンガポールにこれから来ますっていうママさん、日本からシンガポールに住みますっていうママさんたちが事前に加入できるそのコミュニティ、コミュニティがあって、でそこにだからもう事前に登録して入ると、もう事前に情報をいろいろゲットできて、でもう安心していろんな情報を得た上でシンガポールにじゃあ移住してきて、でそこから会いたい人と会っていくみたいな、でそのママコミュニティが今一番ママさんたちの中では注目度が高いんじゃないかなと思います。あとなんかはたママってあるよ、働くママの。そうねそうね、それも私友達入ってるところだ。あとは国際結婚しているママのコミュニティ。あ、そうなんだ。それはね、外国人の旦那さんなら誰でもよくて、あとはシンガポーリアンの妻のコミュニティがあって、それも私入ってるんだけど、それはシンガポール人の旦那さんだけ。なんか男性とか独身で自分がこっちで働いてる人とかだったら、年代別に分かれたさコミュニティもあるよね。90年代の回とかね。タコちゃん習い事してるのは何してるの？習い事は英会話を通いでやっていて。通ってんの？通ってます。オンラインで通ってます。それももともとはずっと非公認になってしまうのを避けるために外に出ようっていうのがきっかけに、お子さん料理教室からの始まりが多い人が多いんじゃないですか。だと嬉しいね。初めましてが多いじゃないですか。でも確かに、初対面で。そうだね。ココちゃんがこう盛り上げてくれて、そこからつながって、話聞くとね、やっぱ私のお料理教室きっかけでちょこちょこ遊んでますって連絡くれたりもしたりしてね、あ、嬉しい、あそこつながってくれてるんだみたいなとか。まあでもやっぱそこの窓口が陽子さんっていうのもすごい大きいから、
っていうかもしれないけど、そのなんていうのか、やっぱりココちゃんこうやって喋ってくれたりとかすること多いじゃないですか。そうしたらだから人となりが分かるから、みんなそこで参加しやすいっていうのもあると思うし、本当こんなキャラでーすなんかそこでもうこういう人だって分かって参加するのと、全く知らないところに参加するのと全然違ったりするじゃん。で結局さ、ココちゃんのこと知って参加すると同じような波動の人が来るっていうか、そこでみんな引き寄せられたのかなと思って、そういう人が仲良くなるっていうのは自然だよね。なんかインスタとかもさ、アップしてる人って投稿してるのってさ、なんとなく人となりが出るじゃん。それはなんかすごくいい時代だよね。DM とかやっぱ YouTube 発信してると直接 DM も来るじゃないですか。実際そういうのからの友達につながったりとか、なんかそういうのあるんですけど、私が友達になるから、とかもそうだし、なんかやっぱいろんな DM が来る中で一人一人こうね、陽子さん返したりするやり取りとか、これは本当にありがたいことなんですけど、どうなんですけど、本当に DM はいただくんですけど、やっぱ日本からシンガポールにこれから来る方が多いんですか？それめっちゃっていうか本当にさきちゃんもそうだけど、来るシンガポール行く前にそう初めまして検索して陽子さんとヒットして、それでシンガポールを知って初めましてこう連絡するっていうパターンじゃないですか。が多いんですか？やっぱ本当にびっくりするぐらい、そういう方、結構じゃないけど、何人かいらっしゃって、何月から来ますみたいな感じで言われるんだけど、最初本当びっくりして知らない人じゃん。確かに。でもなんかでもありがたいよ。その私の YouTube 見てなんかで書かれてたら、もうそれは本当に心から嬉しいし、もうナチュラルにもう本当嬉しい。そこでさ、じゃあいついつ会いましょうってはなんない。一応ね、なんかなんていうの、そのメッセージに気づいたりしたらそうだし、その時の気分にもよるんだけど、私も陽子さんそういう方ですからね。いやいや、本当に申し訳ない。知れば知るほど、別にいちいちわざわざ選んでないんだけど、とりあえず返事はするようにしてる。じゃあいついつ会いますかとはなんないよ。向こうもなんない。そのイベントとかがあった時に、そこでもしよかったらそこにいらしてくださいだし、ポップアップとかあった時に話しかけられてつながる、メッセージいただいた方ですねっていうのがつながる、あの方ってなったりすることあるけど、じゃあそこからなんか、じゃあ今度一緒にランチ行きましょうみたいな感じではなる人はあんまりない。知ってる方にメッセージもらったらなるべく返事はするけど、あんまりダメじゃないんですよ、本当に。だからインスタのコメントでも閉じてるし、なんか苦手で、結構その SNS 上のコミュニティっていうのが苦手。人とはね喋ったりあったりするの好きなんだけど、だからみんななんていうの、そこで知り合ったらすげえと思う。割と今のだってシンガポールに住んでるママさんとかはインスタの DM から始まって、で直接じゃあ会いましょうみたいになって会うっていうパターンも結構多いから、みんなそう思ったら積極的だよ。そうですね。今の子たちはなんかそういう、特にママコミュニティとか今の子たちそうだから、私の今の20代30代とかの、ママさんたちはそういうなんかコミュニティに積極的に参加してる方がやっぱ多いかもしれないですね。もうとにかくやっぱ友達を作りたいっていう思いを持って参加されてる方がすごい多いなって感じる。例えば私のお料理教室なんかも本当に純粋にマレー料理を知りたいとか、ポコちゃんに会いたいっていう人もいるんだけど、やっぱ話聞くと5人に1人ぐらいはお友達作りのきっかけにもなったらいいなってやっぱ思ってる方がいるみたいで、そういうなんかやっぱ友達作りの場を求めてる方って結構いるんだなって。子供がいる時なんかさ、結構子供きっかけで人と知り合うきっかけが多いけどさ、子供いないじゃん。だってそれこそ最初ね、友達ずっといなかったって言ってたけど、そもそも欲しいと思ってた。大人になってから作る友達って結構難しいなっていうのは実感しました。こっちに来て当時
コムさんと日本に帰ってたっていうのもありました。当時思い出すと、シンガポールに来る前にヨコさんの YouTube を見つけて、そこからやっぱりシンガポールの情報をこう自分で得て、ヨコさんにメッセージで「美味しそうですね」とか「行ってみたいです」って言って交通庫で送ったメッセージに、例えばヨコさんのその時の気分でちょんってこうハートマークがつくと、なんか「嬉しい」ってこうやっぱなってこうシンガポールでも頑張れるかもみたいな、なんかそういう気持ちにもなったのを今思い出しました。もうちょっとちゃんとするわ。なんか割と一人で行って平気、まあ、実際こう忙しくね、なんか本当に実際に友達とか知り合いがいるからなんかそういうふうに思うのかもしれないけど、でもさずっとさ一人でさいたらさ、もう私なんか本当出かけないし、なんか買い物全部デリバリーでできるし、でコンドミニアムジムがあるからさ、もう下降りたらジムが、怒りまいし誰にも会わないし、誰とも喋んないっていう日が、まあ、1週間に私は3日4日ぐらいそんな感じで過ごしてる。でもそれは私はそれが心地いい。でもじゃあゼロだったらとしたらやっぱ寂しいし、ご主人出張多いでしょ。で子供もいないとかなんてずーっと誰とも一日喋んなかったみたいな日とか多いでしょ。ありますね。レジのバス待ってた、バスの運転手さん、それだけの時も全然あります。バスの運転手さん来ちゃった。なんかアイコンタクトだけでも嬉しかったりとか、やっぱ人と会わないことがなかった人生からいきなり変わると、レジのちょっとなんかセンキューだけでも嬉しかったりするんですよ。人との触れ合い、そこだけに感動しちゃう。そこまで落ちてからも笑っちゃいけないけど、でもいやよかった。いやそうなんですよ。でもそこに気づけるのもすごいもんね、そういうね。そのちょっとのことにも嬉しいとかありがとうって思えるっていうかさ、感謝しよう。日本よりも日本でいるよりも私は新しい人とめっちゃ出会ってる気がする。それは多分環境、シンガポールの環境だよね。なんか不思議と。でもみんな多分そうだと思う。そうじゃない。でもシンガポールだと本当出会わないような人と出会えたりとか、そう年代問わずね、仲良くなれるのが本当にありがてえなと思う。ということで、まあなんかいろんなきっかけはあると思うんですけども、私もいろんな DM をもらっていつかこういう話をしたいなと思ってて、まあ、そのいただく DM の中でやっぱりこう一緒してくるのになんか参考にしてもらってますっていう言葉もめっちゃ嬉しい気持ちがあって、それをありがとうっていう気持ちももちろんあるし、返事しなくてごめんなさいっていうのもあったりとか、あともなんかいろんなことを心配ね、不安に思って移住される方もたくさんいると思うんですけど、もしよかったら私もイベントとか発信してるので、もしよかったら来てもらって、これからも情報を参考にしていただけたらいいなというふうに思っております。ということで、私もありがとうございました。ご視聴いただいてありがとうございます。はい、ということで、またこんなチャンネルがいいなと思ったらいいね、チャンネル登録お願いします。久しぶりに言った